皆さんこんにちは、さきです。本日の動画は2022年下半期ベストコスメです。もうすぐ1年が終わるということで、前回上半期のベストコスメを紹介させていただいたんですが、あの動画もすごく好評いただいておりまして、今回は下半期ベストコスメを紹介していきたいと思います。ちょっと私今日ね、寝坊して YouTube の撮影が今日9時からだったんですけど、バタバタ準備して、10時で撮影しております。なので本日も声がガラガラですが、ぜひ温かく見守ってください。ということで動画スタート。まずはベース部門からいきたいと思います。まず下地2本用意しました。こちらです。両方各国コスメなんですけど、まずはこちらのピンスですね。これはちょっとスキンケアの延長線みたいな感じのテンションで、スキンケア終わった後にその後つけるファンデーションとの密着力をすごい高めてくれるような感じのアイテムになります。テクスチャーもジェルっぽい、美容液っぽい感じで乾燥しないって感じ。結構下半期夏終わってあたりからすっごい私一気に乾燥がひどくなってきてたので、これがあるとどのファンデとの相性も良かったし、フィットする感じ、乾燥は全くしなかったのでこれを選びました。まだまだ今12月なんで、1、2、3月ぐらいまで乾燥の時期が多分続くと思うんですよ。その時に使ってもらうとかなり肌が保湿されるんじゃないかなと思って、このプライマーをベスコスに入れました。本当にどのファンデとの相性いいので気軽に使える下地かなと思います。で、色もね全然別につかないからトーンアップ別にするわけでもないし、特に影響もないって感じ。本当に潤いとフィッティングって感じのアイテムです。もう一つはこちらです。アミューズ。今年はもうずっと言ってたんですけど、ピンク系の下地とかピンク系のファンデーションとか肌をちょっとピーチトーンにするのがすっごいハマってた年だったので、ピンク系の下地をたくさん集めてて、正直1個に選ぶの難しかったんだけど、値段と使いやすさみたいなもので選んだのがこちらになります。ピンクなんだけどそこまでめっちゃピンクってわけでもなくって、やや潤いを持たせてくれるって感じの下地になります。トーンアップしてくれるし、色が濃いめのピンク系の下地とかも結構ねお気に入りで使ってたんだけど、これは初心者さんでも特にあんまり何も気にせず使ってもらえるかなと思います。今ねこれ半分塗った状態、こっからこっちが塗ってこっちが塗ってない、ツヤもありつつトーンアップもしつつみたいな感じのアイテムになります。多分韓国系のコスメ今年多分ビーガンアイテムがすごい増えてて、これはビーガンアイテムの下地になるので、そういうの気になってる方にもおすすめかなと思います。続いてファンデーション部門。まずはこちらのミュードのクッションファンデです。これはめちゃめちゃ使った。このミュードのややマットでもツヤもありつつフィット力が強い、乾燥しないっていうところがすごく私的にはポイントだったかなと思います。で、私がずっと使ってたのは19番のアイボリーっていう色を使ってました。なんかネットで見た時は若干ピーチ系のカラーって書いてあった気がして、なのでこのセットとかで使ってあげるとすごいちょうどいいピーチトーンの可愛らしい赤ちゃん肌になれるかなっていう感じ。今年はもう一個ベスコスがあって、何かと言いますとこちらのリキッドファンデですね。汚くやかジベルニーですね。私今年すごいクッションファンデよりもどっちかっていうとリキッドファンデの方が割と好みだったんですよ。なんか今までは圧倒的クッションファンデって感じだったけど、最近は結構リキッドファンデが多くなってきたかなっていう印象で、私自身もリキッドファンデを使う機会が多かった。撮影の時とかはだいたいリキッドファンデを使うので、今回ベスコスに選んでみました。もうマジでこのジベルニーはよれない。宮脇さくらさんがステージメイクでも使ってたぐらい本当によれないし、フィットするし、色も結構絶妙で、これは17号のポーセリンっていう色を使ってるんですけど、17号って言っても白すぎない白さ、ちょうどいい明るさだったので、撮影とかの時は顔をちょっと明るく、最近 YouTube でいつもお面かぶってるみたいって言われてるんだけど、本当にライトと光と場所によってね違うんだよね。本当に生で見るとちゃんと合ってるので、ご心配くださいませ。ご心配しないでくださいませって感じなんですけど、本当にねちょうどいいの。とってもライト今日ちょっと外の光で明るめだなって思った時とかはこれにプラス何かファンデーションを混ぜてミックスとかして使ってもすごいいいファンデーションなので、めちゃめちゃおすすめです。少量でめっち
ちゃゴンカバーしてくれる神アイテムなので、そんな高くないと思うんだよね、韓国のだから。なのでぜひ使ってみてください。続いて粉です。毎回と言っていいほど多分登場してたこのコスメデコルテですね。これをもう一生死ぬほど絶対使ってました。今日もこちらを使っております。とにかく問答無用でいい。これが一番いい。来年のベスコスも多分きっとこれになるでしょうっていう感じで、毛穴がめちゃめちゃ埋まるし、さーってベールをかぶったような感じの肌になる。本当にあんまり言葉も出ないぐらいとにかくいい。絶対買うべし。出るって感じで。ともう1個、これも結構ねずっと出てたと思う。エスポアのプレストパウダーですね。セッティングパウダーなので、ファンデーション塗った後にこれを塗って、全部トータルメイクが完成した後にこのプレストパウダーを使ってるって感じ。中はねこういう感じの白いお粉、固形タイプのもので、お直しの時はこのままこうやってパフでペン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 ってこうやってやればいいんだけど、普段はこういうブラシとかを使って気になるほうれい線とか毛穴をがっつり埋めたいところとかにさささっと塗って使っておりました。前回の動画かな、ほら一瞬でほうれい線とか消えないみたいな感じで言ってたと思うんだけど、マジで肌異常なぐらい綺麗じゃない？あらなくない？みたいなぐらいめちゃめちゃ綺麗になるので、これはめちゃめちゃおすすめです。続きましてアイシャドウ編になります。アイシャドウは何といってもデレン、こちらの女王のカメオマルチパレット01番シャルロットっていうカラーですね。これはもう私プライベートでもすごい使ってたし、YouTube だとクリスマスデートメイクの時に多分使ってたと思う。前髪大丈夫そう？とにかくね、色の種類が豊富なのと使いやすい色、誰でも使いやすい。これだけでコーラル系のメイクもできるし、ピンク系のメイクもできるし、くすんだカラーのローズ系の感じのメイクとかもできるし、いろんなメイクができるのと、私これ友達とかママからも言われたんだけど、このパレットすごいいいねみたいな、どこで買えるのって聞かれるぐらいすごく私の中では良いパレットだったかなと思います。続いてチーク編に行きます。チークはね正直本当に毎日違うのをつけてて、アイシャドウなんだけど毎日使ってるっていうか 2,3 回ぐらい連続して使ったなっていう感じ。斎藤咲の中では 2,3 回連続で使うっていうのはもう結構神ってるコスメ。そちらがこちらの2つになります。まずは固形のタイプでいうとこちらの 3CE のチークになります。色がこういう感じのピンク。去年だとオレンジメイクをすごくしてたんだけど、今季はピンクメイクがとにかく多かった。どんなメイクにでも合わせられるピンク系の色っていう感じで、私今ねこれ使ってるのこんな感じ。アイシャドウはさっきの女王のカメオマルチパレットみたいなの使ってて、チークはこちらを使ってます。このチークはねマジでね本当に使い勝手がいい。ほんのりベビーピンクでもしっかり色もつくしみたいな感じで、これは優秀だったかなと思います。あとはねこちらですね、ローラ・メルシエさんのクリームチークになります。これも結構使ってた。3色ぐらい今私お気に入りで買っちゃったんだけど、一番使ってたのはこのカラーピンクになります。私赤ちゃんピンクにめっちゃハマってて、こういうさりげない感じのピンクをよく使ってました。この目の周りとか下まぶたら辺の付近につけてからファンデーション塗ってあげると、ちょっと赤ら顔というか童顔っぽい感じの顔になるので、これは下地の後とかファンデの前とか仕込んだりとかしておりました。続きましてハイライト編です。ハイライトもいっぱい使ってたんだけど、一番ツヤンツヤンってなるのはこれだったかなっていう感じ。今もね使ってるんだけどめちゃめちゃツヤンツヤンになるの。デイリーメイクにも使えるし、いつもよりギラッとさせたいなって時にもこの強弱をつければ全然ギラギラもなるので、とにかく使い勝手がすごく良かった。で私はこれはブラシで取って使うよりも指で取ってつけてあげた方が程よくこういい感じのツヤになるかなっていう感じ。今年さハイライトのツヤとかをすごいさ褒められること多かったじゃん。上半期ぐらいまではハイライトをここにつける感じじゃなかったんだよね。どっちかっていうとこことここだけにつけて、ここは元々の自分のファンデで作られた肌のツヤだけで活かしたりとか、キースのバーム系のやつ使ったりとかしていたんだけど、下半期に入ってからは固形ファンデにまたマイブームが移り変わり、使ってたらすごく褒められたことが多かったのでこちらを選びました。続いてマスカラ編でれん。これはこれっしょって感じ。今までさキャンメイクをずっと使ってたの。まつげの出したい雰囲気によってはキャンメイクも未だにずっと使っているんだけど、出会っちゃったんですよこちらに。これはね会社の子たちが使ってて出会わせてくれたんですけれども、マジョルカ。私これ黒もブラウンも両方持ってるんですけれども、
も、繊維系の一本一本スパーンってなるタイプのやつになっております。とにかく綺麗にまつげがビューンって伸びるのですごくおすすめでした。もう一本がこちら。これがエレガンスのマスカラ下地ですね。マジでキープが下がんない。今日も使ってるんだけど、一本一本がかなりねしっかりと上がるようなアイテムになってます。結構まつげが薄い人とかまつげが細いタイプの人とかでもしっかりと太いまつげが作れるみたいなイメージでした。ただね、お湯で落ちないし、マスカラリムーバーをいつも別でメイク落としの時にするんだけど、それをやってもなお取れづらいっていう結構頑固なので、さらっと落ちるタイプがいいっていう人にはあんまり不向きかもしれないです。続いてシェーディング部門。はい、もうこれ川北さん生まれてきてくれてありがとうございますって感じで、本当に作ってくださりありがとうございますっていう感じの私の運命アイテムですね。こちらのコントゥアペンはなくてはならない。2本目ストックあるって前の動画で多分言ったと思うんだけど、間違えて買っちゃって、もうこれしかないの。もう1本買わなきゃ、もう3本ぐらい買わないとまたってぐらいマジで毎日使ってる。もうこれがないとここの輪郭は作られませんって感じぐらい、これはとても神アイテムです。でこの間さ、うちの会社のももかっていうデザイナーの女の子がいるんですけど、ももかにメイクをしてあげたんですよ。私は結構ここの部分を残したままここを短くして中髪をギュッとさせたいタイプなんだけど、ももかはもともと丸顔で横幅の方を削ってここは伸ばしたいっていうタイプ。私はここにしかしないんだけど、ここが丸顔で気になってるから、ここにめちゃめちゃこのシェーディングを使ってあげたらマジで顔の輪郭が全然変わってて、やっぱこの&Pってすごいんだなって思いました。これじゃなくて固形のやつで使っちゃうと結構炭みたいな、土から出てきた子みたいな感じになっちゃうんだけど、これは本当にこの輪郭の縁にこうやってぼかせばいいだけだからすごいね、簡単に馴染むの。だからマジ全国民全員買ってほしいけど、私の分は残しておいてくださいって感じで。続きましてリップ部門ですね。まずはペンシルカラーリップライナーです。こちらのナーズ今日も使ってるんだけど、このリップライナーはもうとにかくどのピンク系の色にでも馴染むので、上よりも下唇をオーバーめにこう出すちょっとセクシーな感じの結構究極なぽってり唇みたいなのに私が個人的にハマってて、これをいつも使ってました。コメント欄でさ、ほんと失礼しちゃうんだけど、ちょっと1個だけ愚痴言わせてもらっていいですか。下唇オーバーリップすぎてそのメイク好きじゃないみたいなコメントとか結構来るんだけど、もうさ、いいよ、分かった、100歩譲ってその悪口は OK、 めっちゃ書いてるしね。だけど私の YouTube で私の好きなメイクをみんなに紹介してるだけだから、あなたの好みは知らんのよ好きじゃないんだったらもうさ、へーってやればいいじゃん。いちいちコメントすなと思って、それだけは言わせてほしい。これは好きなの、私が斉藤咲の好きなメイクね。もう好きじゃなかったらノー飛ばす、もうペッペッペ他の人探す、見る、それを真似する、もうそれでいい、以上マジで気になった。もうびっくりしちゃって、いろんな面白いコメントの人たくさんいるんだけど、全然ねそのコメントにもムカついたわけではないんだけど、ありがとう、むしろコメントしてくれて、好きじゃないメイクなのにって感じなんだけど、一言多いんじゃんみたいな、これはさきが好きなんじゃんみたいな風な感じだったので、ちょっとこの場を借りて言わせていただきました。怒りで言うと怒ってるんやないかいって感じなんだけど、って感じでまたぷっくりアイテム紹介していきます。めげずにアンプリチュードの04番っていうカラーです。今私使ってるやつ、冬でも使えるし春にもおすすめなんだけど、リップの方が多分マジ毎日いろんなものを使ってたんだけど、これは春まで使えるから多分来年年越しても使ってもらえるかなって思ったのと、今年のリップの変化が今まではちょっと気持ち濃いのとかをグラデーションさせながらぼかして使ってたりとかしてたんだけど、今季は割とこういうヌーディーな肌に馴染む、昔でいう加藤ミリアみたいなののもうちょっと若干色ありますぐらいのリップがすごい好みで、それこそ赤ちゃんのピンクみたいな薄いピンクがすごい私の好みで、最近買ったピンクもほぼほぼ全部こういう感じの同じようなピンクとかが多かったかなっていう印象でした。なんか私どのさピンクメイクしててもいつもオレンジメイクお似合いですねって、これもコメント欄でよく来るんだけど、マジでピンクメイクしてんのでもなんでかなって思った時に、ピンクメイクにピンクリップつける時もあるし、ピンクメイクにちょっと赤っぽいピンクつける時もあるし、ピンクメイクだけだとちょっとピンクすぎるからオレンジっぽい色味が入ってるピンク系を使ったりとかするんですよ。そのミスマッチが可愛いみたいな感じで、だからなのかなって思ったんだけど、ピンクメイクが苦手な人でもこの感じの色を唇につけてもらえれば、ピンクだけで終わらない、甘いだけで終わらないメイクができるのかなっていう感じに思います。
もう一つこちらのリップグロスです。アンプリチュードのリップグロス08番のアプリコットベージュです。これはねめちゃめちゃねうるうるした色なの分かる？超可愛いでしょ。こういうちょっとヌーディーな色にこないな感じでそれがしが重ねると超可愛くない？それがしのリップ超可愛くない？ほらこの間コメント欄で私の唇のメイクが好きじゃないって言ったのと絶対可愛いと思ったでしょ。ほらそれがしのリップこれが私の最近のお気に入りのリップです。なんかラメはさほどつかないって感じです。この見た目ではすごいけどラメがこんな感じだけど別につけたら割とさりげないって感じで、さっきのこのコーラル系のピンクのリップとセットで使うとすごい可愛い。私最近リップの好みが分かってきたんだけど、韓国コスメの発色が結構好きで、あとマット系が好きだったりとかするので、マットのアイテムにグロスを別で重ねるのが好き。韓国コスメがやっぱりダントツ発色がいいのと色味が可愛いものが多かったので、今まで韓国コスメばっか使ってたんだけど、デパコスとかで言うと私の好み的にジパンシーとあとアンプリチュード2つはかなりめちゃめちゃ私の好みの色が揃ってるなっていうのを最近発見しました。ということで私のベスコスいかがでしたでしょうか。なんか毎日メイクがさあんまり存在しない女斎藤咲って感じだから、本当に使ってんのみたいな感じの方とか、これ本当に使ったことあるみたいな登場したことないアイテムとかもあったと思うんだけど、本当にデイリーにたくさん使ってきた私だからこそ、これは絶対みんながオーソドックスに真似しやすいよっていうアイテムと、本当にいいよって私が感じたアイテムをかき集めてご紹介させていただきましたので、ぜひこれを見てコスメさんへごしていただけたらなと思います。でこれ絶対下半期だけじゃなくて上半期に入っても全然使えるアイテムかなと思うので、ぜひ使ってみてくれたら嬉しいです。このアイテム持ってるよとか、このアイテム気になったから次のメイク動画で使ってみてほしいみたいなアイテムがあればバンバン使うので、ぜひコメント欄にリクエストください。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバーイ。